自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。皆さんは普段こんな経験していませんか？仕事が終わって家に帰ってきたのになぜか気持ちが休まらない。そして寝る前にふと思い出す。明日のあの仕事やるの嫌だなとか、会議中にああだこうだ言う上司がいて、ムカつく、言うのは簡単だよな、自分じゃまともにパワポも作れないくせにって思いながらコーヒーをガブ飲みとか、いざ自分の仕事をしようとしたら、ごめんこれ明日中にやってくれないって上司から言われて、自分の仕事全然進まないじゃん、もう時間が全然足りないよってな感じで仕事中ずっと時間に追われてるというような経験はありませんか？こういう状態、もしかすると過緊張かもしれません。そしてこの状態を放っておくと心や体に不調が出ちゃう可能性があるんですよ。過緊張？じゃあ一体どうすればいいのよって思いますよね。そこで今回ご紹介したのが精神科医奥田博美先生のそれすべて過緊張ですという本です。でも皆さん、そもそも過緊張って何だと思いますか？なんとなく緊張しすぎくらいのイメージじゃないですか？実はこれストレスがかかりすぎて交感神経がずっと優位なままになっている状態のことなんですね。交感神経って何かというと、簡単に言うと活動モードがオンになっている状態のことなんですね。昼間バリバリ働いたり、誰かと議論したりプレゼンしたり、そういう時に活躍する神経です。その反対に夜リラックスしてお風呂に入ったりゆっくり寝る時に働くのが副交感神経です。この2つがバランスよく切り替わることで私たちの心と体って整ってるんですよ。でも上司から理不尽なことを言われた、自分の仕事が終わらないのに次から次へと頼まれる、家に帰っても社内携帯に通知が来て頭が休まらない、そんな日々を送っていると本来ならオフに切り替わるはずの時間でもずっと脳がオンのままになってしまうんですよ。例えて言うなら、いつ敵が来てもいいように油断はできぬって思っている武士みたいなもんですね。でもこの状態が何日も何週間も続いたらこれどうなると思いますか？頭痛、腹痛、めまい、不眠、やる気が出ない、集中できない、気分が落ち込む、こんな症状が出てきてしまうんですよ。これすべて過緊張から来る不調なんですね。じゃあどうすればこの過緊張を緩められるのって思いますよね。そこで今回は過緊張になりやすい5つのタイプとその改善策について簡単に説明していきますね。ちなみに5つのタイプとはこのようになっております。これ1つでも当てはまるかもと思った方はぜひ続きを見てみてくださいね。今回も登場人物と会話形式で進めていきたいと思います。動画が少しでもためになりましたらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。私って物事の細かいところまで自分で完璧に仕上げたいんです。自分の決めたことをやり遂げないとなんだか自分に負けた気がしちゃうんです。なるほど。彩香さんはもしかすると完璧主義タイプかもしれませんね。でもそれだと疲れませんか？はい。あんまりゆっくり休めてはいないですね。ここで完璧主義タイプの人がやるべき改善策を2つご紹介しますね。1つ目は手の抜きどころをマスターすることです。これは 70% で OK。 これは完璧に仕上げたいっていう風にメリハリをつけることが改善策なんですよ。でも 100% でやらないと不安になるんです。そう思うかもしれませんが、むしろ全部 100% でやろうとすると結果的にどれも中途半端になりやすいんですよね。なのでまずはこの仕事なら 60% だなとか、これはちゃんとやる必要があるから 100% だなっていう風にしっかりと意識をして分類してみるようにしてください。あと部下がいる場合は仕事を自分で全部やらずにしっかりと任せることも大切です。わかりました。でもそれで時間に余裕ができて休むのはちょっと罪悪感があります。そこで2つ目の改善策です。それは休憩も含めてトータルで 100% にするです。休憩も 100% のうちですか？はい、休むことも完璧の一部なんですよ。仕事だけではなくて睡眠や休息もきちんととり、万全な体調管理ができてこそ本当に完璧であると意識を変えてみてください。そう思うと少し気が楽になるかも。完璧って何かを全部やることじゃないんですよね。自分を壊さずに結果を出すことこそ本当の完璧なんですよ。自分、昔からルールはちゃんと守るタイプで、頼まれたことは何があってもやりきらないと落ち着かないんですよ。なるほど。たけるさんは誤解を恐れずに言うと真面目頑固タイプですね。はい。でも最近、イレギュラーなことが増えて、うまく対応できなくて正直しんどいです。真面目頑固タイプの方は今まで通りに強くこだわる傾向があるんですよね。でも環境が変わってそのルールが合わなくなっても自分が今まで行っていたルールを守りすぎちゃうんですよ。
そうなんです。でも、周りに頼るのって迷惑かなって思ってしまって。その気持ちすごくよくわかります。ここで改善策を2つ説明していきますね。1つ目は周りをよく観察することです。自分がこだわっているルールに対して他の人はどうやって対応しているか、大多数の人が大雑把にこなしているところを自分だけが丁寧にやりすぎていないかというふうによく周りを観察してみてください。もし自分だけが昔のルールに縛られていたら、それはもう変えるタイミングかもしれません。なるほど。確かに周りはあんまり観察してなかったです。そして2つ目の改善策は相談するタイミングを早めることです。相談は迷惑ではなくトラブルを防ぐための大事なアクションなんですよ。でも、自分が頑張ればなんとかなると思って。そういう人ほどもっと早く相談してくれれば早めに解決できたのにと上司から言われてしまうことが多いんですよね。だから少ししんどいなと思った段階で自分のこだわりを手放して早めに声を上げることがこれ本当に大切なんですよ。自分ちょっと頑固だったのかもしれないですね。それに気づいただけでめちゃくちゃ成長です。柔軟に生きるって結構賢い選択なんですよ。なんか最近ずっと人のお願いを断れなくて自分のことが後回しになってるんです。さやかさんはいわゆるノーと言えない自己犠牲タイプですね。周りの人を大事にする分自分のことを後回しにしがちじゃないですか？確かに断るのが苦手です。そんな方におすすめの改善策はズバリ自分の都合もちゃんと伝えることです。例えばこの仕事はお引き受けしますが今他の案件もあるので納期は来週でも大丈夫ですかみたいに相手にちゃんと自分の状況を伝えておくことが大事なんですよ。なるほど。今まではお願いされたら全部引き受けなきゃって思ってました。優しい人って相手のために動こうとするんですけど自分の気持ちを我慢し続けるとだんだんしんどくなってきちゃいますよね。確かになんで私ばっかりって思っちゃう時もあります。そうですよね。なのでお仕事をお願いされた時にはこの仕事はやりますので代わりにこちらをお願いできないでしょうかっていうことを提案してみてもいいですね。でもそれだと相手の方に不快な思いをさせないですか？ノーと言えない自己犠牲タイプの方は実は相手の喜ぶ顔を見るのが嬉しいとか感謝されるのが嬉しいという共感性や協調性の高さが抜きに出てるんですよ。なのでまずはもっと自分自身を大切にする習慣をつけるようにしてください。ここでは詳しく説明しませんが自分の気持ちを伝えても相手に不快に思われないコミュニケーションスキル方法としてアサーションというものがありますよ。アサーションですか？気になるのでちょっと調べてみます。いいですね。いずれにしろ自分の気持ちを伝えるのはわがままじゃないんですよ。周りと長くいい関係を築くためにもすごく大事なことなんですね。自分はもっともっと成長したいと思ってるんです。だから土日もあんまり休むということはしたくないんですよ。その間に誰かに追い抜かれてしまうかもしれませんからね。あきらさん、もしかするとせっかち&負けず嫌いタイプかもしれませんね。普段のお仕事でもまだやれる、もっと頑張らなきゃと思って気づけばスケジュールがぎっしりなんてことありませんか？めっちゃあります。休んでるとなんだか時間を無駄にしてる気がして。そういう方って本当に働き者なんですよ。でも一つだけお伝えしたいのが、健康を害してまで頑張っても意味がないということです。それちょっとだけ消します。仕事も勉強も頑張っている究極の目的って幸せになりたいからですよね。でも常に時間に追われてイライラしていたらその目的を見失ってしまいますよね。確かに最近ちょっと余裕なくて家族にきつく当たっちゃったりして。そうなんですね。そこで解決策としておすすめなのがオフ活時間を予定に組み込むことです。例えばお昼休憩は必ず1時間取るとか、土曜の午前中は予定を入れないなど、あらかじめリラックスの時間をタスクとして入れてしまうんですよ。例えばスケジュール表に休憩時間とか午前までリラックスタイムというふうに書いて、他の予定が入らないようにブロックしてしまうといいですよ。なるほど。先に予定に入れておけば罪悪感なく痩せれそうですね。おっしゃる通りです。健康を害するまで頑張って自己実現しても全く意味はないということを自分に言い聞かせて、頑張る時間と休む時間を意識的にスケジュールに組み込むと結果的にパフォーマンスも安定しますよ。なんかそれならできそうな気がしてきました。自分を追い込むのではなく自分を整える、これが本当に賢い頑張り方なんですよ。ちょっとしたことでつい悪い方に考えちゃうんです。上司に軽く注意されただけでも、評価下がったなとか、
不安になって夜もなかなか寝つけなくて。竹安さん、それは心配性気づかれタイプかもしれませんね。普段から周りの空気に敏感で、ちょっとしたことでも気になってしまう、繊細で優しい方に多いタイプです。そうかもしれません。誰かの一言とか態度とかすごく気にしちゃいます。そういう方って未来に起きるかもしれない悪いことばかりを想像してしまうことが多いんですよね。そしてどんどん心配が膨らんで気持ちが疲れてしまうんですよ。わかります。最近ずっと気が張ってて。なるほど。それでは改善策を2つご説明いたしますね。1つ目は未来をポジティブに想像してみることです。例えば注意された上司に対して評価下がったと考える代わりに、今後の自分に期待して注意してくれたんだなとか、早めに指摘してくれたから大きなミスにならずに済んだというふうに、いい未来を意図的に想像してみるんですよ。でもすぐ、やっぱり悪い方かもって戻っちゃいそうで。それでも大丈夫なんです。一度でもいい未来を思い浮かべたことで、悪い未来が 100% 起こるわけじゃないって意識できれば、それだけで少し気持ちが軽くなるんですよ。なるほど。それなら少し試してみようかな。そしてもう一つ大事なのが、今ここでできることを行動に移すことです。例えばプレゼンが不安なら内容を見直したり、早めに予行練習をしておくなどですね。確かに悩んでるだけで行動できてないってことありますもんね。そうなんですよね。そして家ではしっかり寝ることも忘れないでください。睡眠不足だと心配も倍増しますからね。ありがとうございます。未来に不安を感じていることに気づくこと、今できることをしっかりやることの2つをしっかり意識してみたいと思います。いいですね。心配性&気づかれタイプの方は、裏返せば慎重かつ用心深いと言えるんですね。このタイプの方は会社でも大切な人材なので評価されることも多いんですよ。過剰に心配しないで、うまくご自分のタイプと付き合ってみてください。最後にもう一度5つのタイプとその改善策をこちらに示しますね。どれかのタイプに当てはまり、過緊張が続いてしまっている方は、ぜひこの改善策を試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。